ついに河野塾イズムにて徹底基礎講座英文解釈編が開講します。私塾長の河野玄斗が直接教える初めての英語の講座です。僕自身英検1級を持っていて、共通テストはもちろん満点、東大英語も8割の点数を取ってるくらいね、英語は得意なんですけど、何よりバリバリの理系です。東大の数学でも模試で満点取ったことあるくらい、めちゃくちゃ理系人間の僕が英文解釈を教えるわけなんですけど、実は英文解釈って英語の中で一番論理的思考力が求められる分野なんですね。しかも英文解釈を学ぶことで英語の点数がめちゃくちゃ上がるんです。そもそも英文解釈って何かっていうと、一文が長かったり複雑だったりで、パッと読んだだけでは何言ってるかわからない英文の意味をしっかりと正確に読み取れるようにすることなんですね。で、その際、文法という武器を駆使して、構文をね、把握していくわけなんですけど、これがもう完全にパズルなんですよ。すべての単語を文法的にね、カチッとはめていくのがもう完全にパズルで、もうめちゃくちゃ面白いんですね。この面白さを皆さんにぜひ届けたいと思ってますし、僕自身英語が得意になったきっかけっていうのは、英文解釈のね、面白さにのめり込んだことなんです。楽しみながら英文解釈を学んでいく中で、文章を正確に読めるようになったことはもちろん、文法の復習になったり、あるいは英文を早く読む方法っていうのが身についたりと、英文解釈をしっかりと学んだことで英語の点数が爆上がりしたんですね。英語をね、論理ではなく感覚で読んでいくことの恐ろしさは皆さんすでに分かっているかもしれませんが、例えばね、大学入試で英文に下線部が引かれて和訳せよっていう問題が出た時は、感覚で読むと間違えちゃいますよっていう部分に大体下線部引かれますよね。そういうパッと見だと意味を取り間違えてしまう文を、文法という武器を使って論理でねじ伏せていく。これこそが英文解釈の醍醐味であり、もうそこにね、面白さがあるわけなんですね。ということで、今回開講する徹底基礎講座英文解釈編は、論理的思考力が非常に重要になってくる英文解釈で、バリバリの理系人間である僕が皆さんを徹底的に鍛え上げる内容になっています。そんな本講座は主に2つのパートに分かれています。まずパート1は英文解釈に必要な文法をバーッと総ざらいしていくもの。しかもその文法は文法書の切り口ではなく、英文解釈の重要性という別の切り口からね、確認していくので、文法を一度学んだ方も必ず学びの多い内容となっています。パート1で扱う内容はご覧の通りになってるんですけど、今回はなんと特別にこの動画で第5項 ING 形と過去分詞の識別を無料公開します。このサンプル動画を見るだけで、実はもうね、いろんな文章が今までより論理的に読めるようになっちゃうので、講座を購入するのはなーっていう風に思ってる方も、ぜひ最後まで見ることをお勧めします。ちなみにこの動画の終わりにはお得なキャンペーンの情報もありますので、ぜひチェックしてみてください。そしてパート2についてなんですけど、パート1で学んだ文法を前提として英文解釈の演習を積んでいくものになっています。各章がベーシック、スタンダード、アドバンストとステップを踏むような構成になっていて、厳選された英文を読みほぐしていく中で、どんな大学にも通用する盤石な英語力が身につく、そういう内容になってるんですね。基礎から演習まで全て詰まっていて、もうこの講座だけでいいじゃんという風に胸を張ってね、言えるような講座になりました。ぜひ気になる方は概要欄の公式 LINE を登録して、河野塾イズムのホームページより詳細を確認してみてください。それではパート1第5項 ING 形と過去分詞の識別の講義スタートです。はい、それでは第5項 ING 形と過去分詞の識別に入っていきましょう。このね ING 形と過去分詞、もう本当にね文章で何回も何回も出てきます。例えば重要例文で言うとね、ING 形は playing とかwalking, trying とかね。過去分詞もたくさん出てきてるんですけど、なので、このね、ING 形と過去分詞が文章中でどういう役割を果たしているのか、これをちゃんと見抜けるようにすることで、もう一気にね、英文の見通しが良くなります。ということで、今回は ING 形と過去分詞、どういった働きをし得るのかっていう、その全体像を見ていきましょう。で、初めに言っておくと、そのね、全体像を見ていくんですけど、ね、それは丸暗記する必要はありません。ING 形、どういうね、働きをし得ますかっていうふうに言われて、何と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 何みたいな感じで、答えられるようになる必要はなくて、一つ一つを見て、ちゃんと理解して、これね、そういう働きあるよね。で、実際の文章を見たときに、こいつはどういう働きなのか、
っていうことをちゃんと見抜ければ、それで十分です。よろしいですかね。ということでね、早速なんですけど、まずはね、ing 系の方から入っていって、まずもうね、早速、皆さんに全体像をお見せします。はい。ing の識別は、be-ing、動名詞、形容詞適用法、分子構文。この4つです。ね。一つ一つ見ていくと、be 動詞プラス ing 形。これは現在進行形になりますよね。あるいは動名詞。これやりました。SOC になります。なぜかというと、名詞だから。ね、動名詞もありますよと。あとは、形容詞適用法ですね。これもね、前回やりましたね。The children playing the park みたいな感じで playing が children を高知修飾していると。こういう風に名詞をね、修飾する形容詞としての働きをし得ると。で、あとね、最後、分子構文。これもね、習ってる方がほとんどだと思いますが、分子構文はね、ing から始まって、それによって、その文全体を修飾すると。文全体を修飾するので、副詞としての働きがあるわけですね。この4つがありますよと。じゃあ実際に重要例文見ていくと、括弧1番、My hobby is playing the piano と。be 動詞プラス ing じゃん。ね。ということで、現在進行形だとはならないですよね。大丈夫ですか？ My hobby、私の趣味 is playing は、the piano だからピアノを弾いている。そんなわけないじゃないですか。ね。正しくは、My hobby is playing the piano と。これが動名詞になっていて、ね、第二分岐になっていると。私の趣味は、ピアノを弾くことですと。このことからね、ぜひ押さえておいてほしいのが、be 動詞プラス ing は現在進行形にね、なるわけなんですけど、これは S が V すると。V しているですね。そういう意味になるわけですが、この形だからといって、必ず現在進行形になるわけではなく、第二分岐の可能性もあるということをしっかりと押さえておいてください。第二分岐の場合はね、S は C だと、こういう意味になるわけなので、明らかね、意味で見分けがつくんですけど、ちゃんと現在進行形とは限らないんだよっていうことも、頭のね、片隅に入れておいてください。で、ここでね、一つね、ぜひ押さえておいてほしいことがあります。それは、元の動詞の性質は保存されるということ。例えばね、自動詞か他動詞かなのか。ね、今回の場合で言うと、play は、自動詞もありますが、今回のね、the piano、ピアノを弾くって意味だと他動詞になりますよね。playing the piano という風に他動詞としてのね、目的を取ってますよね。自動詞か他動詞か、あるいは相性の良いね、前置詞とか。例えばなんですけど、concentrate onっていう風にね、concentrate の後は on っていう前置詞が相性いいですよね。concentrate on なんとかで A に集中すると。これを動名詞、ね、あるいはその ing の形にすると concentrating on なんとかっていう風に元のね、動詞の性質が保存されますと。これはぜひね、押さえておいてください。それでは続いて、括弧2番にね、移っていくんですけど、括弧2番は括弧3とセットで考えてあげるといいでしょう。っていうのも、ね、括弧2と括弧3の前半部分、Walking through the ancient streets of Kyoto が全く一緒なんですね。でも、この後に続くね、文章によって、この働きが変わってくると。じゃあ順番に括弧2番見ていくと、Walking through the ancient streets of Kyoto is と来てますよね。is。ここに is が来てるということから、このね、walking っていうのは、当然、説を作ってるわけ。説じゃないですね。句を作ってるわけなんだけど、これが全体として、ね、is の主語と。すなわち、S なわけだから、名詞ね。名詞として働いていると。だから当然動名詞ということなんですけど、だから walking through the ancient streets of Kyoto。京都の古代の道を歩くことは、っていう風に続くわけです。よろしいですかね。ここに is が来てる時点で、ここが全体として S だということがわかるわけですね。で、続きは is recommended for visitors とね。ここに recommended 過去分詞が出てきました。ということで、早速ね、過去分詞の識別の全体像を早速お見せします。過去分詞の識別の全体像はこちらですね。be プラス pp。これ過去分詞ですね。be プラス過去分詞で受動体。あるいは have プラス過去分詞で現在完了と。
ここら辺は慣用的なね、形ですよね。で、あとは形容詞適用法と分詞構文、副詞適用法と。これは完全に ing と一緒です。よろしいですかね。で、ここでね、ぜひ押さえておいてほしいのは、過去分詞の識別はね、ing とね、違って、名詞としての働きはしません。過去分詞は必ず名詞にはならないよっていうことも絶対押さえておいてください。で、ここでね、形容詞適用法分詞構文のね、働きが被るので、この大きな違い、これはズバリね、意味です。これは、第4項でやりましたよね。高知就職のところで、現在分詞と過去分詞は形容詞と同じように考えられて、で、その意味っていうのは、ね、the children playing the park の playing っていうのは、ね、children is playing だから現在進行形。すなわち能動体なわけですね。一方、a wallet dropped by a visitor だったら、wallet is dropped だから、受動体になってると。だから、落とされたっていう受け身なんですよね。ということで、この形容詞適用法の意味が違っていて、ing の方は何々しているの能動体の意味。で、過去分詞の方は何とかされたの、受動体の意味になっていると。よろしいですかね。で、これは分詞構文でも全く一緒です。この違いがあるんだよっていうことをぜひ押さえておいてください。ということでね、括弧に戻ると、ね、walking through the ancient streets of Kyoto is recommended. これは受動体ですね。for visitors. visitors にとって、ね、recommend. おすすめするの受動体だからおすすめされてますと。推奨されてますと。だから、京都ね、京都の古代の道をね、歩くことっていうのは、観光客にとっておすすめですよっていうことが言いたいわけです。よろしいですかね。じゃあ一方の括弧3の方はどうでしょう。walking through the ancient streets of Kyoto で、ここにカンマが来てますよね。で、その後に I saw と文が始まってるわけじゃないですか。ということは、この walking ね、からなるくっていうのは、はい、分詞構文になってるわけですね。すなわち、I saw 以下の、主文ですね。主文を副詞的に修飾してると、こういう役割を果たしてるわけです。よろしいですかね。なので、これはね、文の頭から読むときの思考プロセスとしてはね、walking through を、これ、walking から始まる句ができてるなと。walking through the ancient streets of Kyoto is ね、ここまでで、その京都の道のね、古代の道を歩くという句をまず作っておいて、is ってきたら、がとかね、ってなるし、そのね、カンマ I saw ってきたら、分詞構文だったんだということで、なんとかしてっていう風に、頭を切り替えていくと。この次に何が来るかっていうのを、ね、それまででね、句がどこまで来るか。で、句の中っていうのはどういう風な意味を表しているのかっていうことをちゃんと理解しておいて、で、その次の単語で確定させると。is することは recommended for visitors 観光客におすすめです。なのか、カンマ I saw だから、歩いてですね。歩くことで、歩いて、I saw many visitors trying to speak to store clerks in Japanese と。ね。この後につなげていくと。よろしいでしょうか。で、ここにね、trying があるんですけど、この意味は、I saw many visitors trying と。これ、trying を many visitors を修飾していると、いうふうにね、形容詞適用法、高知就職だっていうふうに見ることも、できなくはないんですけど、今回はね、I saw と。ね、saw を見たら、第五文型を疑うんですよね。I saw many visitors trying と。この形見たら、なるほど。SVOC と。こういう形になってるんだなと。だから trying は形容詞なわけですよ。形容詞適用法。ね、この形容詞適用法をしていて、many visitors が try してるところを見たと。trying to speak to store clerks in Japanese と。実際ね、元の動詞の性質も保存されてますよね。try to do っていうね、元の動詞の性質。try to do っていう形が取りやすいと。で、それが動名詞になってもそのまま trying to speak になってますね。だから、多くの観光客が、store clerks、店員に日本語で喋ろうと試みてるのを見ましたと。こういう意味になるわけです。よろしいでしょうか。ここでね、分詞構文が出てきたので、分詞構文とは何だったのかっていうことをおさらいしておきます。
分子構文とは一言で言うとね、接続詞が省略されて意味がぼかされている副詞節と、接続詞はね、when とか while とか since とか if とか although とかね、いろんなものがありますよね。こういった接続詞が省略されて、で、意味がぼかされているんですね。そういう副詞節ですよ。副詞節。文全体を修飾しているわけです。なので、とりあえずね、もう、なんとかしてとか、なんとかでって、日本語でね、つなげてみてから、この接続詞のこれかなみたいなのをそれっぽく訳せば OK です。極論なんとかしてでつながる場合が多いですね。今回の括弧3番で言うと、walking through the ancient streets of Kyoto。京都を歩いて、I saw many visitors。ね、私は見ましたと。意味通じますよね。分子構文っていうのは全然怖いものではありません。接続詞が省略されて意味がぼかされている副詞節。それだけだから、なんとかしてってとりあえず繋いで、なんかそれっぽくね、意味を取れば大丈夫というわけなんです。よろしいでしょうか。で、この分子構文において非常に重要な性質、ポイントがありました。それは、主語は主文と同じだということ。今回の場合で言うと、ね、walking through, walk 歩いたのは誰って言ったら、この主文の主語、I なわけですね。私が歩いてと。この主語の部分が主文の主語と一緒だよっていうことも非常に重要だったので、しっかりと押さえておいてください。で、その主語がね、どうしたのかっていう話なんですけど、現在分詞から始まる分子構文については、能動体の意味になって、過去分詞のね、から始まる分子構文は受動体になります。これは人によってはね、過去分詞から始まる、分子構文を being が省略されているというふうにね、見る人もいるんですけど、とにかくね、この意味が取れれば大丈夫です。よろしいでしょうか。ポイントね、接続詞が省略されて意味がぼかされている副詞節。そして主語は主文と同じですよと。この2つが分子構文のポイントでした。で、この2つ目にね、関連して、一応ね、独立分子構文というものも扱っておきます。独立分子構文っていうのはめちゃくちゃ簡単で、分子構文って主語は主文と同じなわけじゃないですか。でも、ね、異なるね、主語のものを置きたい場合もあるんですよ。その場合ね、主文と異なるその主語を分子の前に置くだけです。実際にね、例見てみると、all things considered, the event was a success と。ね。ここに all things considered がありますよね。この considered っていうのが、過去分詞と。で、その前に all things という、名詞が置かれているわけなんですけど、これが、この分子構文の主語と、S' というふうに置いておきましょうか。この all things considered の部分が独立分子構文で the event was a success と。ね、イベントと主語違いますよね。すべてのものが considered。受動体の意味になって、考えられて、考慮に入れられて、その上で the event was a success と。ね。イベントは成功だったよと。全部のことが考慮に入れられて、ね。何々して、なんとかでってとりあえずつなげて、考えられた上で、イベントは成功だったというふうに言えるでしょうっていう文章なわけですね。よろしいでしょうか。このね、独立分子構文は、ね、the event と異なる、名詞を分詞の前にポンと置くだけで、ね、別の主語を表すことができるんだよと。これが独立分子構文でした。で、あと一個だけね、分子構文の補足なんですけど、形容詞から始まる分子構文もあるんですね。これはパート2の方でね、実際に扱っていきますが、急に形容詞がポンってあって、なんかカンマが繋がって、この形容詞の部分、何なんだっていうふうに思うかもしれませんが、そういうね、分子構文もあると。分子ではないので分子構文とは呼びませんが、実質分子構文と、これはね、同じく being が省略されてというふうに見てあげることによって、理解が容易なんじゃないかなというふうに思います。すなわちね、結局、分子も形容詞もね、形容詞も分子もほとんど同じなわけですね。このイメージをね、ぜひ持っておいてもらえると、今後のね、勉強がすごくね、理解が進むんじゃないかなというふうに思います。では、続いて、括弧4番に移っていきましょう。Someone called Tom came to see you while you were out と。
まあ、これね、頭から読んでいきますか。someone、一番最初の名詞は主語になることがほとんどだと。someone、S だな。called を呼んだのか。V と。で、Tom、目的語。came、あれここで動詞が来る？どういうことだっていうふうに思うかもしれません。someone called Tom で、なんか SVO。came、どういうことだ？これね、注意してください。今回、called をね、V というふうに捉えましたが、実は違うんですよ。注意すべきポイントっていうのは、過去形と過去分詞が同形の場合もあると。全く同じ形で、形だけだとね、見分けがつかない場合があるんですね。この場合はもう柔軟に対応しましょう。someone called Tom、SVO かなっていう風に最初読んでしまっても仕方ありません。が、came to see you、ね、came って来た瞬間に柔軟に対応してあげる。ああ、そうかと。ね。called Tom っていうのを過去形だという風に最初読んでたけど、違うんだよと。この called、これ過去分詞だったんだと。で、この someone を後ろから修飾してるわけです。よろしいですかね。つまり、本当の V が came と。came to see you。で、while you were out の説が作られてるわけですね。トムと呼ばれた誰かがあなたに会いに来ましたよ。あなたが出かけてる間にね。こういう意味なわけです。よろしいですかね。まあ、この括弧4番ね、someone called Tom って来て、came、なんだろう、よくわかんないなって止まってしまうのではなく、これね、過去形と過去分詞が同形の場合もある。まあ、割と多いんですけど、これを柔軟にうまく対応しましょうと。まあ、このね、問題を通して、こういうね、引っ掛けがあるんだっていうのをしっかりと理解して、今後ね、しっかりと臨機応変に対応できるようになってもらえたらなと思います。では最後、括弧5番。touched by the heartfelt speech, tears welled up in my eyes と。ね。まあ、touched、過去分詞ですね。by the heartfelt speech。で、カンマが来てるので、これはね、分詞構文ですね。まあ、なのでね、意味を取ってみると、touched。まあ、タッチって触るって意味もあるんですけど、心に触れる。すなわち感動する。ね、感動させるって意味があるんですね。touched。感動させられて、by the heartfelt speech と。まあ、心がこもったスピーチに感動させられて、tears welled up in my eyes。tears が welled up。まあ、涙が溢れると。in my eyes。目に溢れたと。まあ、こういう意味になるわけですね。まあ、心がこもったスピーチに感動させられたので、みたいな感じで適当に、まあ、接続詞を補いながら、まあ、それっぽく訳してあげれば OK と。で、まあ、今回ね、これでいいんですけど、よくよく考えたら違和感ありますよね。っていうのも、この二つ目の原則。主語は主文と同じと。ね。touched by the heartfelt speech。この主語はって言ったら、I ですよね。私が感動させられたわけですよ。で、主文の主語はって言ったら、tears なわけですよ。異なってますよね。こんなんいいのって思うかもしれませんが、文法的にはダメです。実際はダメなんですけど、こういう風に、厳密に考えたらおかしいけど、でもね、逆にですよ。ここの主語を tears にするとおかしいじゃないですか。tears が touched。ね、涙が感動させられたわけないですよね。どう考えても文脈上、愛が主語になってますよね。私が感動したから涙が溢れたわけですよ。ね。こんな感じで、分子構文だから絶対に主語が一致するはずだっていう風に、もうね、基本的にはそうなんですけど、もうその固定概念で見て、じゃあもう、その文法が絶対だからそうやって訳そう、そういうやって意味を取ろうっていう風に考えてはいけないということです。まあ、英語はね、言語なので、まあ、当然ね、私たちも、日本語間違って使うことだってあるわけじゃないですか。文法的に考えたら確かに違うんだけど、でもこれ、こうやって言ってもおかしくないよな、みたいな。そういう日本語ってたくさんありますよね。それと、一緒です。英語もね、書いてる人が、厳密に言えば確かに、I touched、I being touched。なわけなんですけど、まあこういう風に、厳密には違うよねっていう場合もあります。今後出てきます。今後出てきたとしても、そこで、もう文法にね、囚われすぎず、
ある程度は柔軟に。かといって、柔軟にしていいんだったら、もう文法無視しようみたいな、もうはちゃめちゃな解釈する。これはダメですよ。それはダメなんですけど、必ずね、文法っていうのをもう本当に 100% 全部そのまま適用しなきゃいけないんだっていうわけではないっていうことも、ちょっとね、頭の片隅に入れといてください。大事なのは文法はしっかり学ぶべきだけど、文章によってはこだわりすぎないようにしてくださいねっていうことです。でもね、本当に基本的な考え方を抑えることはもう非常に重要なので、今回ね、ing 形と過去分詞の識別、ing 形ってこういうのがあったよねと、過去分詞っていうのはこういう働きをし得るよねと。で、過去形とね、過去分詞は同形の場合もあるから、そこは柔軟に対応しなきゃいけないんだよねっていうことを全体としてね、なんとなく理解して、あと分子構文の性質もしっかりと復習しておいてください。最後まで見てくれたあなたに特別にお得なキャンペーンの情報です。1月4日までに購入いただければ、なんと徹底基礎講座英文解釈編が 20% オフになります。めちゃくちゃお得なので、検討されている方はお早めに。今すぐ公式 LINE の登録をよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。